ようこそ、エヌズ家庭菜園。私たちはね、2つの区画を借りて、家庭菜園を行っています。それは、3年前だったかな。3年前に近くのおばあさんが、うちに、貸し出してる畑があるから借りないかっていうことで始めました。そしてね、それをやるにあたって私たちは、無農薬で全て行いたいっていう気持ちでこれをすることにしました。で、今借りているところの畑が順調に育っています。私たちは無農薬、無肥料、そしてそういう化学製品的なものを一切やめようと。最初の年はですね、黒マルチをしたり、そのビニールマルチをしたりいろいろしましたけど、今はそういうことは一切していません。そしてね、その中で十分育ってきているもんですから、そこの観察がてら私たちは撮影をするようにしています。で、今私の後ろには、スナップエンドウですね、が綺麗に育っていますね。ここには、イチジクもだんだん大きくなってきています。こういうのをいろいろ育てたいなと思って私たちは今行っています。何しろ、お金をなるべくかけなくって、年間私たちは借りてるのが1000円だけ払って、その1000円で行っています。ですから、そういうのにお金をかけないっていうことで、逆に言うと、こういう支柱ですね。支柱もダイソーとかそういうのものをフルに使っています。支柱なんかは1本100円ぐらいでね、ダイソーで買いますので、そういうのをなるべく使って安く済ませようと思っていますので、今日は畑の様子を撮影したいと思います。よろしくお願いします。このところではホウボウっていう木を育っています。そしてその後ろからはイチジクをいくつか植えてあります。イチジクも枝をもらってそれを植えといただけなんですけど、なんとなく育ってきています。で、この横にはスナップエンドウですね。エンドウ豆をいくつか育っています。冬からこれはやってるんですけど、順調に育ってると思いますね。下の方にはもうこのように実もつき始めましたので、もうすぐ収穫が始まるかな。これも収穫時期が長いですので、非常に助かってますね。私の家内はベジタリアンになりまして、で、こういう野菜系のものを一杯食べるのが好きですね。でね、私もお付き合いで食べたりはしていますけど、スナップエンドウなどは長く取れるから感謝です。で、ここの畝にはじゃがいもが植えてありますけど、雑草だらけです。私たちとしてはあんまり雑草を刈る時間がないもんですから、このようにじゃがいもがところどころ生えてきてますね。こんな感じで、私たちは畑をやっています。これも一つの方法だと思っていますね。自然栽培っていうか、自然の中にはそういう、雑草も取らなくてやるっていう人もいますから、私たちは畝を作ってやっていますけど、こんな感じで雑草の中にこのようにじゃがいもがところどころ出てきてるっていう感じです。で、この向こう側には今度、一応雑草はちょっと取り除いた後にさつまいもを植えようと思っています。さつまいもも今順調に家の方で目指しをしてますので、それをこのところでじゃがいもを植えようと思っています。で、このところはですね、この列にはわかるかな、アスパラですね。アスパラがこんなような感じで、出てきています。これもそうですね。でね、アスパラのダイソーでのアスパラの種もまきました。で、このペットボトルがかぶせてあるのは、このペットボトルの中に取れちゃうアスパラが一応あるんですね。これ見えるかな。アスパラが一応あります。こんな感じで、動物から食べられるのを抑えながら草マルチをしてここは育っています。こんなような形でアスパラを育っていこうと私たちは思っています。で、このところは今ちょっと残骸な感じなんですけど、今度ね、ヘチマを植えますので、ヘチマの準備を今家の方でしています。
で、この辺は菊芋とか、あとローゼルとも言いますけど、それを植えるような予定をしています。このところですね。で、こちらは今家内が穴をひたすら掘ってまして、里芋を植えるように土をきれいにするんだということで石ころをいっぱい取り除いています。で、この横にはらっきょうがいくつか植わってます。雑草の方が多くてらっきょうかどうかわからないかもしれないですけど、これがらっきょうですね。こうやってらっきょうって書いて、誇示しています。じゃあもう一個の畑の方を移してまいります。道路を隔った反対側なんですけど、アジサイが結構きれいに、芽吹いてきましたね。で、水仙はもう散ってしまいましたけど、ここの列に水仙を植えてありました。でね、この辺りにはいくつかのハーブが植えてあるんですけど、ちょっと今雑草との戦いをしているような感じです。クローバーもあったり、こんな感じで今私たちはやっていますね。で、このところ、この畝では人参をやっています。人参と、こちらでは、他のものをやったりしてますけど、今ちょっとチェックしますね。そして、この畝では、ズッキーニをこの間、これですね、ズッキーニをやっています。で、ズッキーニと、フキといろいろなものが混在してますけど、ここにズッキーニがあります。ここにもズッキーニがあります。これはダイソーのズッキーニグリーンっていうのをここで、育っています。これがこんな感じになってきてますね。で、こちらではサニーレタスとかサラダビーツが植わってるようです。ここはゴールデンウィークに生姜を植えようと思って準備をしています。このところとこのところですねにゴールデンウィークには生姜を植える予定です。で、ここのところには、レイズドベッドを前回でお話ししましたので、そちらを参考にしてください。で、この列には雑草も多いですけど、実はこういうようにトマトがあります。これ全部トマトなんですけど、こういうちっちゃいのがトマトと混在しちゃってますよね。これがですね、サンマルツァーノっていうトマトを植えてあります。この列一列にザーッと植えてありまして、あと、バジルも植えてあったり、この間うちシソがちょこちょこ見えますので、シソもこんな感じで増やしています。あと向こうの方には中玉トマト、ダイソーの中玉トマトとかそういうのも植えています。今はこんな感じですけど、夏になってくるとこれが結構きれいに大きくなってきますので、私たちは感謝しています。で、この列ですね、ここがダイソーの枝豆、早生、枝豆ですね、を植えています。それと、両縁には実際は、トウモロコシを植えています。トウモロコシとの間に早生のその枝豆を植えている状態ですね。ここからトウモロコシが見えますよね。こんな感じでトウモロコシも成長してきています。肥料をあげてないもんですから、確かに、ね、成長は遅いですけど、美味しい実ができますので、私たちは感謝しています。急激に大きくした、肥料で、化学肥料とかそういうので急激に大きくしたものとちょっと違って、味が濃くできますので、私たちはこれで満足しています。ここには、トウモロコシのハニーバンタムっていうのが植えてあります。このところには今ネットがしてありますけど、半分をネットを剥がしました甘いキャベツ、を植えてあります。種で育った分だけダーッと植えてある状態ですけど、ネットをしているからっていうのもありますが、栄養は本当に土と水だけの栄養で育ってきています。こんな感じでパラ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 、これがキャベツですね。
まだ全然大きくなっていませんが、ネットをする理由としましては、やはりこの辺りですね、ネットをしないと蝶々に食べられちゃうんですね。蝶々が、子供を繁殖するために青虫がついたりいろいろします。ですからこのような形で私たちは今ネットをしながらこのところではキャベツを育っています。そしてこのラインからこちら側ですね、これがですね、これはケールですね。青汁ケールっていうのをこのところには植えています。これも結構大きくなってくるんですけど、これも虫がつくと一気に食べられてしまいますので、このように、ネットをしたところで私たちは青汁ケールを育っています。そしてこのところにはニンニクですね。ニンニクがだーっと植えてあります。このニンニクも順調だと思いますね。もうすぐまだまだですけど、5月6月ぐらいになると花芽が出てくると思います。もう出始めてるやつもあるね、こんなような感じで。で、この花芽が、出てくるともうすぐ収穫かなっていう感じになるんですけど、ちょっと早すぎるよね。花芽が結構綺麗に大きな花芽がこのように出てますね。これが、順調かなと思っています。そしてここにはもみ殻と燻炭とあと草マルチで育っています。こんな感じでねしてるだけなんですけど、肥料は一切あげていません。ですけどこのように育っています。こちらは自分のところで採れた種をまいています。自分のところで採れたニンニクですね。去年採れたニンニクがこんな感じでしてますけど、こちらも同じようにしていますが、買ってきた、やつは大玉の、ニンニクだったのに対して、こちらは小玉のニンニクだもんですから、大きさがはるかに違うように感じますね。それにやっぱり栄養を上げるとぐんと大きくなるんですけど、味がやっぱりちょっと変わってきてしまうもんですから、私たちはこのような形で十分育ってると思います。あとですね、この列って言ったらいいのかな。この列にはこのようにブルーベリーが育っています。ブルーベリーの花がところどころもう咲いていますね。これ咲いてないな。でこっちもブルーベリーの花が結構綺麗に咲いてますよね。でこのところにもブルーベリーがありましてあとこんな感じでブルーベリーが植えてあります。できたら増やしていきたいなと思ってるんですけど、でこの間このところにマンジェリコンを植えました。家でね冬越しをしたマンジェリコンですけど、こんな感じで今マンジェリコンを入れてあります。これはイチジクですね。借りた時からもうすでにあったイチジクですけど、もう何もしてませんでしたので、今ちょっと私たちが手を入れながら、イチジクを育っています。そしてその後ろではオリーブの木があります。でこれはレモンですね。レモンの木もね、なんとか育てようと思っていますけど、なかなか難しい状態です。でローズマリーとかそういうのもちょっと育てたいなと思って、根出しをさしています。こんな感じでダイソーで買った、カゴの中で、穴を開けてそこのところに刺してるだけですね。刺してるだけなんですけど、これから水が入り根っこがこんなような形で出てきたら成功かなと思っています。これを、また増やすために今行っています。であとうちにあるのは残砂を入れておく、コンポストですね。コンポストが向こうにあったり、うちの納屋があったり、あとこんな感じのところで私たちは今家庭菜園のちょっと大きい畑みたいな感じですけど、これをやっていますので、皆さんももしよろしかったら登録してくだされば感謝です。ありがとうございました。